豪快に2本いっちゃいましょう。うわー、美味しそうな状態ですね。茹で上がったパスタにオイルのソースをしっかりと絡めて。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はイタリアの自家製ソーセージのアーリオオリオペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ニンニク、唐辛子、パセリ、豚ひき肉、レモン、白ワイン、塩、きび砂糖、フェンネルシードです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、イタリアの自家製ソーセージを使ったアーリオオリオペペロンチーノを作ります。皆さん、自家製ソーセージといったらですね、いろんなスパイス加えたりとか腸詰めしたりとか、すごい難しいイメージないですか。でイタリアに行くとソーセージのことをサルシッチャっていうんですけど、サルシッチャも腸詰めにしたものだったりとかしないものだったりとかですね、いろんな作り方があって、今日のレシピはサルシッチャ作ったことがない方でもですね、とても作りやすいレシピになっているので、これから早速作っていきたいと思います。でまずは今日このスーパーで買ってきた豚ひき肉の部位がもも肉と通常のこのひき肉の部位ですね。で2種類使った理由は、もも肉だけだとちょっとパサつきすぎてしまうし、通常のひき肉だけだと脂が多すぎてしまうので、理想なのは赤身が8の脂が2ぐらいです。でボウルの中にこのひき肉を加えます。でソーセージとか練り物系を作るときはお肉をですね、極限まで冷やした状態でやるのがポイントで、この後ですね、調味料入れて混ぜるだけではあるんですけど、この手の熱でですね、ソーセージとかこの生地が劣化してしまうから、冷たい状態でやっていきます。でここに塩と砂糖でニンニクのすりおろしが1かけ分入ります。で今日はですね、オイルベースのこってりとしたペペロンチーノなので、爽やかなソーセージにしていきたいので、たっぷりのパセリとレモンの皮を入れていきます。パセリたっぷりでレモンの皮で、このレモンの皮すった後のこの果肉もですね、今日絞りながら一緒に食べるようなペペロンチーノにしていきます。はい、これでもうレモンパセリサルシッチャって感じですね。めちゃくちゃ美味しいんですけど、ここにさらにです、イタリアの肉料理とかソーセージとかにはですね、大体このフェンネルシードっていうスパイスが入ってるんで、このスパイスだけは入れるようにしてください。でフェンネルシードが少し入ります。であとは風味付けの白ワイン少量。これであとはサルシッチャですね、ハンバーグみたいに練らなくて大丈夫です。もうこの今入った調味料を基本的にさっくり混ぜるだけです。できるだけ練りすぎない、手の熱をこの肉に与えないようなイメージで塩を豚肉に回す。はい、もうこれで見てください。難しくないですよね。調味料を混ぜただけです。これでもう自家製サルシッチャのベースが完成です。でここの練り具合はですね、実際、スーパーに売ってるような市販のソーセージがいいって方はもっと粘りが出るまで練って、でこれはイタリアのサルシッチャのちょっと僕は肉々しい感じが好きなので、これぐらいもうほぼ混ぜるぐらいの状態で止めておくって感じです。でここからですね、通常は腸詰めにするんですけど、これをラップで巻いていきます。ベースができたらラップを広げて、まずは 60g で成形して作っていきます。最初にあらかじめ形を作ってからラップでですね、巻き込んでいきます。今日はもう一つ 40g 計算にして、通常スーパーで売ってるようなソーセージのサイズも作っていきます。これをやっておくとですね、お弁当に入れてもとても美味しいと思います。形が作れたら基本的に1日休ませると味が馴染んでてとても美味しいです。でも急いでる場合はですね、最低30分ぐらい寝かしてこのまま次の調理に入ってください。はい、今これラップで巻いた状態のものです。で今日はこのまま焼いて作っていく形にするんですけど、茹でる場合はですね、これの上にさらにアルミホイルをかぶせて、あとはジップロックに入れて、70度ぐらいで20分っていうのが基本的な作り方です。
はい、それではまずは潰したニンニク、あとは唐辛子砕きます。で今日はですね、イタリアらしいアーリオオレペペロンチーノにしていきたいので、パセリ茎入れます。で茎もですね、ちょっとこう潰して香りを出やすくしたものを入れる。そして美味しいオリーブオイル加えた状態で香りを引き出していきます。はい、それではふつふつしてきたのでごく弱火です。でニンニクはちょっと大きいので裏返して全体に火が入るようにして、パセリの香りもですねこう一緒にオイルの中に抽出していきます。でこの状態ですね、香りをじっくりと引き出している間にパスタ茹でていきます。で今日はオイルベースのアリオオリペペロンチーノなので、パスタ自身がとても美味しいブロンズダイスの 1.7mm のスパゲッティニを茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入っています。はい、それではニンニクがですね、もうフォークでこう潰したら完全に柔らかくて潰れる状態になってきたので、ここまでいったら今日はフライパンをフラットにして仕込んだサルシッチャが入ります。豪快に2本いっちゃいましょう。でサルシッチャが入ったらですね、ちょっとニンニクもこう潰しながらオイルの中にニンニク全開で潰していきます。そしてパセリの香りもですね、この茎が入っていることによってすごく香るんですよね。でこの今ニンニクとパセリの香りがしっかりと出たオイルをですね、サルシッチャに回しかける。はい、それではですね、このパセリの香りはもう十分出たので、茎は外してしまって、でニンニクもですね香ばしい色がつきました。そしたらここでちょっと火を一旦止めて、ここにパセリが入ります。でパセリの香りとサルシッチャのうまみと今ニンニクの香りと、うわー美味しそうな状態ですね。ここで少量の茹で汁、で火を切っておくとですね、もうとろっとしたベースができるので、これでパスタの茹で上がりを待っていきます。はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。であとはオイルベースのパスタなので、茹で上がったパスタにオイルのソースをしっかりと絡めて、で最後に少量のレモン。はい、これで盛り付け入っていきます。はい、これで自家製サルシチャのアーリオオリオ完成です。はい、いただきます。うん。皆さんこのサルシッチャ本当に美味しいです。今日はこのオイルベースのペペロンチーノだったからこそ、このソーセージがですねラグーみたいな役割を果たして、噛むとパセリの清涼感とかレモンのですね爽やかな香りがしっかり立って最高に美味しいですね。今日のサルシッチャは、仕込んどいたら本当にですねいろんな料理に使えるんですけど、今日みたいにオイルベースのパスタにのせるのもいいですし、おつまみとして焼いてもいいですし、あとはですねイタリアだとピッツァの具としてこのサルシッチャをのせて焼いたりとか、あとはリゾットに入れても本当に美味しいですし、あとはミネストローネとかですねに具材としてこのサルシッチャ細かくして入れても本当に美味しいです。
で基本的に、今日のこの作り方でですね、生のまま冷凍させても1ヶ月は持つので、ベース仕込んでおくと本当に便利なイタリア料理の基礎の一つです。はい、ごちそうさまです。今日のこのサルシチャはですね、イタリア料理の基礎でもあり、とても美味しいレシピになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。